エクストレイルとアウトバック比較してみてやっていきたいと思います。サイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、ADAS、ナビ、メーター、快適装備、納期で比較していきたいと思います。ちょっとね、今火曜日なんですけど、撮ってんの。3月14日までちょっと動画撮れなさそうなんで、いろいろ、3月14日ちょっと内視鏡検査なんで、急ぎで撮っていきたいと思いますが、なんとか8分は超えるようにしないといけないですね。じゃあサイズ、こんな感じです。エクストレイルの方が重いんだ。そうか、E フォース、ハイブリッドだからか。で、コンパクトならやっぱエクストレイルと、車格がね、1個上になってますから、アウトバックって。一応ね、言うたら CX60 とかと幅、でもそっか。ちょっと違うか。でもちょっと幅でかいなーっていうのは個人的には気になると。そもそもだってアメリカ向けにもう作っちゃってるから、レガシーっても今回でディスコンになるっていう、この現行型のモデル、次のフルモデルの時にはもう国内にはいないっていう噂ですから、そう考えるとな、ちょっとレガシーが国内から消えるわけですよね。それもあって多分もうサイズも海外向けに作っちゃったんだろうな。だから、それもあって多分スバルは今もうレボー越しなのかもしんない。じゃあ最小回転半径。エクストレイル 5.4 でアウトバック 5.5 ということで、意外と切れるんですよね、アウトバック。何気に ZRV と同じぐらいなんですよ、最小回転半径。その辺考えたら意外とだから、スバルの車って小回り効くんですよね。レイバックが 5.4 なんで、エクストレイルとそれこそ同じですけど、結構効くんですよ。ベゼルより小回り効くからね、ベゼル 5.5 ですから、上位グレードとかだと。ベゼルと一緒だ。じゃあ、なんでスバルの車って小回り切れるんだろうね。あんま僕その辺のね、仕組みとかがあんま分かってないんで、教えていただける親切な方いましたらよろしくお願いしますと。じゃあ燃費ね、これはちょっと今回は範囲外としてやっていこうかなと思います。エクストレイルが 18.4 でアウトバック13ということで、ハイブリッドがねないですから、スバルには E ボクサーがあるにはあるけど、あれもほぼガソリンなんでちょいブリッドなんでね、エクストレイルの方が燃費はやっぱり良くて当たり前みたいな部分ありますからね。ここは今回勝負には関係ないところなので、今2勝状態ですけど、こっからですよ。外装ですね。これはアウトバックでしょうよと。エクストレイルはデイライトがないとかね。あとリアウィンカーがね、どっちも豆球なんですけど、バックランプとかがね、エクストレイル豆球なんですよ。ナンバー灯も豆球で、アウトバックその辺 LED になってるというところ考えると、日産の方がケチくさいところはあるなという感じはしますね。なんでそこ豆球にするんっていう。そこ豆球にしたところで数千円ぐらいしか浮かないんだから、フル LED にしていいと思うんだけど。スバルもね、もうそろそろフル LED の灯火類にしてほしいですね。言ったら、なんだっけ、名前出てこないわ。NBOX カスタムですらデイライトついてたりとかフル LED になってますから、デイライトが未だにディーラーオプションっていうのも気になるけどねってことで。この辺はちょっとやっぱ、両方とも結構やっぱ北米向けだからなのかわからんけど、豆球になっちゃってるなというところですね。じゃあ内装ですね。これは、アウトバックかな。見栄えはどっちもいいんだけどね。ってところで。ただ、アウトバックの方がルームランプが LED の分量が多いんで、こっちの方かなって思う。バニティランプとかラケッジとかはね、どっちも豆だって気がするけどね。で、しかもアンビエントライト両方あるんですよ。何気に内装の質感スバルめちゃくちゃ良くなってるっていうことで、アウトバックとかレボーグぐらいまで上げるとかなり内装の質感も満足できるかなって。スバルはね、もう走りはいいけど、内装はね、もう目つぶっとこうね、みたいなメーカーさんだったのに、今ではもうトヨタより内装いいからね。レクサスよりいいんじゃない？レクサスとかちょっとやっぱ RX とか殺風景なんで、それより内装いいっていうのはちょっとどうなっちゃったの問題だけどね。ってことで内装は、アウトバックの勝利というところで、2勝2敗状態、2-2状態なんで今イーブンですね。じゃあ運転支援、安全装備。こちらはアウトバックでしょう。ここでアウトバックが勝ち越しました。理由はね、アウトバックにはやっぱアイサイト X がついてるっていうので、高速道路で時速50キロ未満っていう渋滞中に限り、ハンズオフ、手放し、足放し運転、やっちゃいスバルごっこができるやつがついてると。これは嬉しいですね。やっぱ都内渋滞多いんで、ハンズオフついてた方が絶対いいと思う。エクストレイルはね、だから、やっちゃえ日産できないっていうね、やっちゃえない日産車なんです
ですね。この前のワンソクさんのやつ。パクるとね。これはちょっと残念。ただ、アウトバックの方が残念なポイントももちろんあって、アラウンドビューモニターがないとか、フロントのソナーがないとかっていうところがちょっと気になるかなと。特にやっぱフロントソナーとかって、やっぱスバルの車全体的にやっぱ鼻先が長めに作られてるんだ。衝突安全の兼ね合いでね、0次安全とかの後の3次安全か2次安全ぐらいのところで、ぶつかった後に乗員を保護するっていうところで、ボンネット長めに作ってるんで、あとね、歩行者エアバッグとかもついてて、すごい安全、何重にも安全性能をね、やってますけど、そこのね、そのために、ね、フロントノーズが長いがゆえに、結構やっぱね、どこまで鼻先があるかがね、逆に分かりにくかったりすると。だからそれも、見えはするけど、ちょっとやっぱフロントソナーとかがあった方が、鼻先が長いんで、特にスバルはライバルメーカーさんに比べてね、ノーズの先っちょが長いんで、あった方がいいかなって思いますね。最近やっぱルークスとかデリカミニとかね、あの辺にもついてるし、NBOX とかスペーシアにもつきましたからね、軽自動車にもついてるんでぜひつけていただきたい。あとエクストレイルのいい点は自動駐車機能があるとか、あとオートブレーキホールドがね、メモリー式になってて、スバルだとね、タッチパネルからポチってワンボタン押さなきゃいけないんで、今ではワンボタンになりましたけど、未だにスバル発射の儀って僕呼んでて、あれもメモリーされるまではちょっと言ってこうかなと思います。やっぱタッチパネルだとね、ちょっとブラインド操作できないですからね。この辺とかはエアコンの操作も含めて、ヘイスバルみたいな人工知能とか実装するとなおいいかなっていう。最近ではね、日産とか、トヨタとか、ホンダとかね、人工知能のボイスコマンドを入れてきてるんで、もうそろそろそのボイスコマンドで目的地設定とか、エアコンの操作だけはできるけど、なんか窓開けてとかも含めていろいろ、ヘイスバル、オートビークルホールドをオンにしてって言って、オートビークルホールドをオンにしてくれるとか、そういうちょっと気の利いた人工知能とかあってもいいのかな。だから BMW とかレクサスは最近ドライブモードセレクトとかも、タッチパネルに入れてるけど、あれはボイスコマンドで操作さしたりとか、レクサスだとタッチトレーサーもあるんで、あそこに割り当てて、落馬コンセプトって言われてるけど、手綱コンセプトから落馬するだろうって言われてて、落馬コンセプトってワンソクさんに言われてるやつあるけど、そういう機能、もうちょっとそういう気の利いたタッチパネルに入れるんだったら人工知能ないだとか入れてもいいとは思うけどねってことで、これはちょっと気になる点かなと。じゃあナビ、メーター、これは両方引き分けでしょう。どっちもメーターめちゃくちゃ良くて、言ったらレクサスよりメーターいいわけですよ。レクサスディスになるけど、レクサスのメーターマジしょぼいんですよ、あれ。そう、トヨタレクサスのメーターね、殺風景だし、地図も使えないしみたいなところで、日産とか、スバルのね、デジタルコックピットとかめちゃくちゃ見やすいんで、いいなって思うことで、しかもナビの性能はどちらもいいと。某ホンダさんみたいに、GPS がずれるとかいうこともなければ、トヨタみたいに、某トヨタレクサスみたいに割り込み表示で到着予想時間を隠したりとか、エネルギーフローがディアゴスティーニとかね、エネルギーフローはアウトバック関係ないけど、ショートカットが消えちゃう問題とかね、そういうのないんで、そういうところはね、やっぱナビの性能とかはいいなと思います。で、ちゃんとインターとかの予想通過時間も出るし、オーディオの情報とかも、エクストレイルだとなんか、フローティングで、アウトバックは上のマルチファンクションディスプレイに出せるんで、この木何の木聞いてたら、この木何の木インスピで、日立の木の写真が出てくるとかね、嵐のパラドックスでラブのジャケ写が出てくるとか、そういうちょっと気の利いたインフォテインメントになってるんで、この辺はもうちょっとね、いいな。この辺はめちゃくちゃいいですよ。で、スバルの方がいい点は、メーターの性能はスバルの方がいいと。で、日産の方がいい点はヘッドアップディスプレイがあって、結局だから、情報量で言うとそんな変わらんかなと。で、スバルのデジタルコックピットすごいのが、高速のパネル表示も2個だけですけど出ますから、横浜町田で乗ったら、綾瀬スマート、海老名 SA っていうのが2個だけ出てきてくれるんですよ。3個までは表示するスペースもないですしね。この辺はめちゃくちゃいいですよね。で、しかも、ちゃんとナビにも、綾瀬スマートインター何キロ先何分着とか、海老名 SA 何キロ先何分着とかちゃんと出るんで、高速のね、予想通過時間のトヨタさんとか出なかったんで、昔ね。今のナビの初期型とかね。あれも、だから、渋滞のね、先のサービスエリア、BMW のアイドライブ8とかね、ボロクスワーゲンのディスカバークソとかでも言えるんだけど、渋滞の先の、じゃあ、上里サービスエリアに、何
そこに着くのに何分かかるのかっていう情報が必要なわけで、距離表示があって、よくね、この話をすると、標識から計算しろとか、距離出てんだったらそれだけで計算できるだろうっていう人いますけど、渋滞してる先のサービスエリア、上里までの時間を計算できる人って天才ですね。すごいですねって話なわけで、僕バカだからできないんですよ。そう。みんな、そうだからそれを言ってる人っていうのは渋滞の計算がめちゃくちゃできる人なわけで、渋滞の先の横浜、青葉インターまで何分かかるとかっていうのが計算できるっていう人なんですよ。トスが渋滞してて、広川サービスエリアまで行くのに何分かかんのみたいなのも、九州のね、トスめちゃくちゃ混むんで、もう計算できるってことは、それだけ天才なわけですよ。僕から言わせればね。距離だ、そういうことですよ。だから、僕はバカだから、渋滞の先のサービスエリアに何キロかかる、何分なのかっていうのが、何分かかるのかが計算できないから言ってるんですよ。そういうことですよ。だからそれができる人は天才だからいらないって言ってるんでしょうね。すごいなって思いますよ。じゃあ快適装備ね。これは引き分けかなと。アウトバックの大加点がやっぱデジタルインナーミラーの画質がいいとか、シートベンチレーションがついてるっていうところとか、無敵検知になってるのはいいんだけど、さっきも言った通りエクストレイルにはヘッドアップディスプレイがついてるというところで、ヘッドアップもあった方がいいと思う。で、エクストレイルの場合は分岐の情報をヘッドアップに表示して、あとスピードメーターとプロパイのインジゲーターみたいに出して、で、ナビの情報をメーターに出して、到着予想時間とかも出るでしょ？残りの距離とか。で、ブレーキインジゲーターをパーソナルディスプレイに、セレナでは廃止されちゃったパーソナルディスプレイに、エクストレイルやアウトランダーでは表示できるから、メーターとヘッドアップディスプレイでこと足りちゃうと。で、そうすると、スバルもね、メーターでこと足りちゃうから、それのおかげで、ナビを開放できるわけですよ。助手席の人に。で、オッドキャストみたいなの繋げてあげれば、YouTube、Amazon プライム、Netflix などなどが見れちゃう。キャンセラー工事なしでね。なんだけど、スバルの車の残念ポイントが、オッドキャスト使えないっていうこれ結構痛いです。だから YouTube でアラフェス2012見れないわけですよ。この辺はね、ちょっと痛いですね。あと Amazon プライムでポケットモンスター XYZ とかも見れないとかね。いろいろね、見れないんですよ。この辺は気になる。あとは鉱石の快適性はエクストレイルの方がトリプルゾーンのエアコンとか、ブラインドとかスライド機構とかあるんでいいのかなって思ったりする。スバルの車は、あとリクライニング分かりにくい問題ね。リクライニングがないとか言うと、スバリストに怒られて、ブチ切れるんで、スバリストはね。そう。僕とかは切れないんですけど、言うても日産レクサス兼任なんで、切れないですけど、つい最近ね、アコードにベンチレーションがなかったっていうことを言って、もうええわい、ホンダとをやめてスバリストになるわいって言ってスバリストになったんですけど、そう、シートベンチレーションついてるんですよ、アウトバック。だから、何気に、ホンダよりちゃんとしてるんですよ。その辺。だからこの辺はちゃんとスバルとかも割とマーケットインの方になってるなって。トヨタのあれかも、影響もあるのかもしれんけど、日産スバルトヨタは結構やっぱ、マーケットインだなって。ちゃんとユーザーの声を聞いていろいろやってるなと。で、マツダは最初はプロダクトアウトなんだけど、実際改良するときにユーザーの声めちゃくちゃ聞くみたいなね。で、ホンダが一番ユーザーの方を見なくて、たまに市場からそっぽを向かれるっていう、もうトヨタ買うわい、日産買うわい、スバル買うわいって言われちゃうっていうのが、有名なね、あれですけど、納期がね、やっぱどっちも早いっすよね。ってことで。いや、改めてアウトバックいいなって思いましたね。アコード買うならアウトバック押すわ。またアコード実になりますけど、いや、アコードステアリングヒーターもないしな。あれはね、しょぼいとしか言いようがないよ。高級車の割にね、しょぼい。電動テレスコチルトはね、両方ないですけどね、ここ2台は。もうね。ということで、ご視聴ありがとうございました。